皆さんこんにちは。うなおドーナツの時間始まりました。じゃじゃーんまた古いじゃじゃーんって古いニンニクを使って今日はガーリックフォカッチャ作っていこうと思います。で思いますとか言ったんですけど、私フォカッチャそんなになんか食べたいなって思うこと今までなくてなんで作るんでね違うんです。このタイプのフォカッチャをなんかそんなに食べたいなって思うことがなかったんですけど、また動画で見つけまして、韓国の方が作られてたんですけど、なんかまずこの生地がすごいと思って、なんかブクブクって膨れた生地なんですけど、で何これと思って見たらフォカッチャだったんですね。でなんか私の知ってたフォカッチャっていうよりかはなんかね、泡がブクブクのフランスパンみたいな感じの生地で周りがなんかねカサ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 ってちょっと表現悪いんですけど、なんかこう薄い皮がある感じのパリパリっとしてパリパリもちもちふわふわみたいななんかめっちゃ美味しそうっていう生地だったんですよ。でさらにそこになんかガーリックをもりもり乗せてて、これはちょっと食べたいと思って、こんなフォカッチャもあるんやと思って今日はちょっと作ってみようかなと思いました。で今日はこねないパン形式でいこうと思うんで、また違う話していいですかまたアイスコーヒーの話していいですか。私ね、結構昔の話なんですけど、コンビニのアイスコーヒーが出始めた頃、自分で作るやつが出始めた頃にまだやったことがなくて、コンビニ行ってでアイスコーヒー飲みたいなと思って初めて買ってみたんですよね。その時氷の入ったカップを持ってレジに行って自分で入れるんですよね、あれね。で初めて行きました。でちょっとどうやろうかわからんかったから、なんかレジの人教えてくれるかなとか思ったんですけど、なんかね忙しそうなコンビニでもう全然もう流れ作業みたいにレジ終わっちゃって、これなんかどうするんやろうって思いながら横にあるコーヒーマシンのとこに行って、言うてもそんなん分かるやろと思ってでやったんですね。そしたらあれなんですよね、カップのまず蓋をピョロロロってめくってから入れないとダメなんですよね、コーヒーマシンに。でも知らんかって、なんかどこまで全自動でやってくれるかわからんかったから、なんか私の想像ではピロピロってカップの蓋めくらんとそのまま入れて、そしたらなんか機械がビーンってなんていうんですか、タピオカミルクティー飲む時のストロープスンみたいな感じで、なんかピュンって何かが穴を開けてようわからん何かがブーンって動いてコーヒーできるんかなっていう思ってたんですよ。だからそのまま入れて蓋閉めてボタンピッて押して待ってたらプルルルってそのままコーヒー出てきて、もう滝行みたいになったっていうでさでめちゃくちゃお昼時やったんですよ。なんでだから後ろにめっちゃ人なんていうの、オフィス街のお昼のコンビニみたいなとこやったんで、後ろにめっちゃ人いて、で明らかに見られてるんですよ。もう見られてんのも分かってんの自分がでって思ってめっちゃ恥ずかしいやんと思って、だからちょっと今日疲れてんなみたいな雰囲気出して知らんかったくせにちょっと疲れてるから変なことしちゃったなみたいな無駄な演技して全然疲れてへんのに、どっちかって言ったらコーヒーでも買っちゃおうぐらいの感じで来てんのに、ちょっとやっちゃったなみたいな感じ出してそっと店を出たってはい、もう何がおもろいねんってね、ごめんなさいね本当じゃあ謎の工程入ります一応生地が出来上がったと言いますか、成形し終わったっていう点なんですけどどこがやねんってねとにかくちょっと四角くしたいんですよこの人はで
またね始まってますね。なんかこんなにベタベタ絶対触らない方がいいんですけど、ちょっとでもこう雰囲気四角くしたいんですね、この人は。だからちょっと今頑張ってます。はい。はいと。でなんやかんやあってこうなりました。そんなに悪くないですよね。一応でこれでラップをして90分ぐらい置いていきます。じゃあ待っている間にガーリックを炒めます。オリーブオイルに塩もちょっと入れました。ちょっとねやりすぎちゃったかな、ちょっと焦げちゃったかもしれないです。ということでオーブンを予熱しながら最後これに穴を開けていきます。でこれ持った時になんか軽くなった気するんですけど、そんなことってあります？質量保存の法則でそんなことってあります？軽くなるとかある？それはいいんですけど、手にオリーブオイルをつけてやっていますが、この時点で先生のやつってなんかめっちゃブクブクってなってたじゃないですか。私あれがやりたかったのに全然なんかスンっていう感じになっちゃったんですけどそんなもんなの？またなんか間違ってんかな、分からんけど。あと手にオリーブオイルつけたんですけど、指先だけで絶対良かったですよね。なんかね手の甲の部分痒くなってきちゃったということで、ガーリックをのせまして、今日も天板スルスル作戦でいってみようと思います。ちょっとね時間かかっちゃったんですけどしょうがないですね。ということで今日は210度20分で焼いてみました。さてさて今日はどうなりましたでしょうかと。やらかしたなガーリック乗せたはずやのになんかオリーブ乗ってるやんみたいな色になっちゃってね、焦げちゃいましたね。いやそんな気してたんですよね。なんかね炒めすぎてましたよね、明らかにね。ということでちょっとねかじってみたら体に悪い味がしたんで、ちょっとね取り除いてみました。どうでしょうか私的には美味しそうなんですけどどうでしょうか見てみましょう。見た目はね決してなんていうんですか、世の中の人がフォカッチャ焼きましたみたいなキラキラした感じは決してないんですけど、ちょっと切ってみますね。どうですか？この中身はいいんじゃない？ねえ、なんかもちもちしてそうだしふわふわしてるしで、見た目は悪かったけど、はい切ってきました。そう動画で見てたやつよ、これよということで味はねいかがでしょうかということでちょっといただきます。ちょっと信じてもらえないと思うんですけどめっちゃ美味しいです。皮カリカリのふわふわもちもち全部再現できてました。でガーリック全員今いなくなりましたけど十分存在してますめちゃくちゃ味ついてますなので皆さんはあれですね、炒めすぎちゃったんで私もっと上手にできると思いますということで、本日の動画いかがだったでしょうか。私的にはかなり美味しいフォカッチャできましたのでおすすめでございますということで、本日はここまでとなります。いつも本当にご視聴ありがとうございます。また見てね、バイバイ。